チェンバーボーン。アップデート6。湖の地下深くの鉱山を開発しますますの発展を遂げた我らがビーバー。遠くから運んでるスクラップもこれで取り放題。さらなる開発でここに楽園を築くぞー。まずは湖の魔改造の仕上げ。もういじりすぎてこれ湖って呼んでいいのか疑問である。葉っぱで底面が綺麗に揃いました。現在湖の水で川や水路の水に自動注水してて、メインダムは基本使わない貯水専用。作りが雑なままなのでここも葉っぱで綺麗にしましょ。で間伐明け5日、綺麗に自動で満水になってる様子。自動でできてるのはいいが時間かかりすぎじゃね？左側の水源は水が溜まったら山の裏側に排水する仕組みになってるけど右側は手動。右の水源は完全に封印されてるので、間伐明けの注水が自動でされない状態。もっと水を確保したいと思ったら、間伐明けに円滑に貯水できる仕組みが欲しいな。水門の開け閉めめんどいし自動でなんとかできるようにしましょ。だな。で注水が遅くなってる原因はこの水位を調整してる静水弁。静水弁を増やすなりして流量を増やす必要があるぜ。今静水弁の工事始めちゃうと溜めてる水がダバーなのでお試しで水源をちょびっと回収。握手を開始時に少しお漏らししてるので一段アップ。しようとしたらこれですよ。おバカなボットがハマっとる。さっさと助けてやれ。あいいよ。ちょうど握手を警告来たし急いで工事だ。今ふと思ったんだけどこれ普通の水を封印できるのなら握手をも封印できるのでは？それはできたら卑怯臭くね？まあ試してみましょ。汚水といえば汚水の源の工事は終わって、綺麗に排水されるようになりました。移動手段橋にしたの以外に役に立った。お漏らし予防工事完了。これで溢れず排水できるかな？握手が来たぞー。水面が波打ってるけど成功か？無事溢れず静水弁切り替え成功。お漏らし卒業。握手を、お前封印できてしまうん？よくよく考えると封印できて当たり前なのだが、実際やっちまうとゲームバランス的にどうだって感じもあるな。現状排水路もあって開けてても問題ないし開放した状態にしときまってあらー。うわ水圧がかかってたのか、汚水がすごい勢いで吹き出したぞ。ちょい漏れた。これ汚水だけを封印とかできるんかな？気になるし今回は再度封印しましょ。汚水が詰まって静水が出なさそう。はっぱー。隔壁となる水門が完成して、他の部分を削ってる模様。もう元の湖の原型ないしこれからはダム湖と呼びましょ。水源前静水弁の貯水がなくなったので工事開始だー。ここの静水弁を増やして間伐明けの注水をスムーズにするのだ。設計は静水弁を5列3段。ダム湖の水が溜まるまで開放設定。やったー、地形改善だー。手慣れた反抗でダム湖の底を平坦化。反抗言うな。追加の爆破でさらに平坦化しました。静水弁の方はもう完成したみたいだな。土砂の在庫が入りきらなくなったのでデコボコしてる大地を平坦化。うわ在庫3000超えとる。若干動力不足を感じたので風車増し増し。そろそろ置き場がなくなってきたな。シェッシェ、シェッシェッシェー。平坦化しててもう終わりでも良さそうなのにさらに掘り進める爆破ジャンキー。ここは掘るつもりなかったんだけど貯水もできるしまあいいかと。研究ポイントがだだ余りだったので片っ端から一気に暗炉を置く。汚水ドームとかまだ使ったことないのもあるな。まあ汚水の源に蓋するだけっぽいし当分出番はないかな。新たに追加っていうと記念碑のワンダーとかいう地球再生機。ってこれポイント2万。他の開放してなければ開放できてたな。まあこれは最終回まで取っとくタイプのあれでしょ。必要資材も多いしサクッと立てちゃうのも味気ないぜ。絆の火鉢ってのが板400で作れるから取りまこれだけ立てちゃいましょ。効果範囲は10マスとかなり広め。就寝中に幸福度上がるようにするのが無難。じゃ効率第一でここで。準備してたわけでもないのに意外と見た目も悪くはない。全バージョンの泥風呂が沼場に変わったみたい。これも立ててみましょ。しかしレイムは気づいていない。現在に生産していない小麦が必要だということに。そうなの？わーお。完成早、着工から1日で終わっとる。わーお。それ可愛いのは分かったから連打すな。てへ。記念碑完成を祝してハッパー。ビーバーに栄光あれ。現在に余裕あったので重力バッテリーを増設。風車メインだから風の気分で工場が止まりかねん。夜中にこっそり工場増築。夜中にやるなよミニキーだろ。いや足場だけ完成してて工場建てるの忘れてまして。加工できなくてスクラップの在庫いっぱいじゃねえか。在庫いっぱいというと土砂もまだまだ余ってるので平坦化で消費。低い場所も高さ3で鳴らしております。さらに追加でここもうめうめ。
でも使ったそばから掘ってるからなかなか在庫が減らない模様。ハッピーからのもう一発山だった部分も華麗に掘削。このサイクルの工事でダム湖の貯水量増えたと思う。いのちの水。アクシオ21日、何の問題も起きず無事終了。干ばつ明けの円滑な注水工事したのに、水ダバーしちゃってる。あ、止まった。ちょい漏らし。封印してた右の方は自動で清水が出る感じではなさそう。オープン。じゃあ、汚水が中身汚水でギッチギチだったようだな。危ない薄めてごまかそう。おい。水ダバー。漏れとるさっさと水弁を閉めろ。危うく大洪水でした。隔壁の向こう側も貯水が早くはなったかな？水漏れしてた部分に水門急遽作って注水に回したり、手動の作業が必要だったがだいぶマシになったぜ。そうなるとやっぱり自動化したい。こっちの方も工事すっと一体どんな感じの工事するんだ？すでに左側が完成してるんだから、これと同じの作れば問題は起こるまい。奇抜な手段ではなく完成された手段を使う手抜き。手抜きちゃうわい。見よこのギリッギリの美しい水位を、これを完全自動で維持する。私は機能美を追求したいのだよ。まあハード難易度だし、やりすぎくらいでちょうどいいのかもしれん。てなわけで左と同じギリッギリシステムを建設開始だー。元の地形なんて関係ねえ。葉っぱで掘り下げて使いやすい形にするぞ。葉っぱでギリッギリシステムの工事で爆薬使うのに違うとこで爆破してんじゃねえ。この爆破ジャンキーが。シェ。そういえばここ緑地化してるのに使ってなくてもったいない。適当に多く植えときましょ。森番の詰め所立てるだけの簡単なお仕事。誰だ、爆薬の在庫使い切ったのは数十秒前のレイムさんです。そうだった。しかしこれは困ったな。そうこの前マップコンテストが開催されて作品を拝見したんだけど、滝が美しいマップが多かったんよ。現在作ってる間ビーバー暇だし余ってる土砂でここに滝作ろう。こうして突如謎の滝作りが始まった。地形ブロックが漏れる高さはここが限界か。なんか微妙な高さだな。土砂の在庫は3000ある。中までぎっちりの山を作るぞ。突然の思いつきがなんか大規模事業になってないか？こういう隙間もきっちり埋めるぞー。平面でなくて立体だと使う土砂の量がエグいことになるぞ。これくらいの規模感なら多少は見応えある滝になるはず。これ？ちなみにこれで土台レベルです。さすがに土砂足りねえだろ。せめて深いところを足場に防水フロアとかでかさ増ししろよ。純度 100% が匠のこだわり。マジかよ。さてビーバーたちがはまらないよう作業優先度設定っと。うわ本当に作り出したよ。これどうなんだろ。なお、ギリッギリシステムももちろん同時着工。建設作業員めっちゃ多いから建材さえあれば完成は速攻だぜ。で清水弁部分が完成したところで干ばつが襲来。期間は16日。こっち側も掘削始まったし、干ばつ明ける前に余裕で工事終わりそうだね。だな。はっはー。結局5日とかからずギリッギリシステムの工事ほぼ終わったな。仕上げがちょい残ってるけどこれで自動化完成かな？あとは干ばつ明けに有料の微調整とかすればいけそうだぜ。これだからロボってやつロボ関係ねえ。お前の指示ミスだ。ほれ階段作るからここから脱出しなさい。歯車の在庫が回復しないので、せっかく作ったけど地下鉱山一旦操業停止です。まあスクラップは余ってるしな。コメント欄で質問いただいた垂直シャフトを風車の下に接続が可能か気になったので実践。これは面白い使い方だ。朝一番に水がすぐ飲めるように、集合住宅のそばに小さいタンクを設置。細かい気配り入りまーす。ここの隙間にもホイット。レイムさんはパズルみたいに埋めるのがお好き。者ども、かかれー。ものすごい勢いで風車が作られる様子。建設に足場必要だけどこれくらいならあっという間よ。今回は効率重視で街づくりしてたから建設作業がマジで早いぜ。そして完成したのに風が吹かず待ちぼうけ。おっと風が吹き始めたぞ。風車動力、よーし。シャフト動力、よーし。垂直シャフトを土台として使う実験が成功した。燃料切れボットのための補給用タンクをお試し設置。燃料切れるとボットマジ動き遅い。爆薬の在庫が復活したぞ。葉っぱだ葉っぱ。爆薬解禁で喚起する爆破ジャンキーの図。いや歯車の在庫が増えないから、ここに工場建てようかと。まさかの普通の町開発。やっはー、朝まで待ちきれね
畑岡おばさん深夜の大爆破。これでもう一発ぶっ破すれば高さが均一になるはず。なんだけど爆薬もうないや。200くらい在庫あったのに使うの早えな。今一瞬動力止まった？もしかしてこれは。あちゃー、重力バッテリーさんついに陥落したか。ちょっと増強してたけど風の気分に負けたな。そして完成しない沼場の存在に気づく。はい、建設に使う小麦が足りません。んなもん栽培しておらん。ので適当な場所でボットにやらせることにした。農業はビーバーにやらせてたが、町から離れてるので家に帰らないボットの仕事となりました。ちまちま継ぎ足すの、面倒なんじゃ見た目を気にしないズラー建設。これなら設計と指示出し数分で終わるし。しかし次のサイクルから地獄の動力建設を始めることをこの時のレイムは知らないのであった。マジで？はっはー。建設早すぎで減るのが早い建材を安定して供給するための追加工場予定地ができた。いのちの水。ではギリッギリシステム完成して干ばつも終わったところで今回はここまで。ではビバミちゃんの新曲とともに今回の出来事を振り返りつつお別れです。ではまたお会いできることを願って。じゃ、またねー。黙々と働く5月の季節に備えて今日も水流を読んで賢く制御し荒ぶる水さえ恐れはしない命の水よ流れ続けよ私たちが守るこの自然の力命の水を時代につなぎ今を生きる全ての命へ水位を保って指導化された完璧なシステム築き上げてく大地を潤すその湿り的仲間と力を合わせながら命の水よ輝き続け私たちが紡ぐこの川の物語命の水はツアに響く明日を照らす希望の声に挫折もあるけど諦めないさこの誇りとともに命の水よ流れ続けよ私たちが守るこの大事のこの命の水を未来へ託し今日も明日